こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていくんですが、今回は3つのイラストを同時に添削するんですが、それぞれ全体的に修正するのではなく、ポイントごとに絞って添削を進めていきます。いつもとね、違いますね。ポイントっていうのはシワ、目、そして髪の毛。よくね、質問でこの描き方教えてっていう風に言われるんですが、その部分に絞って添削を進めていきます。最初のイラストはシワ、そして次は目、そして次は髪といった具合です。その分ね、自分の絵にピンポイントで取り入れやすい添削になると思うので、集中してついてきてください。そして今回の添削ではヒューマンキャンパスのぞみ高等学校漫画イラストコースの生徒さんの作品を使用させていただいております。最初のイラストはこちらですね。ペンネームコリさんの作品で、コメントポーズにこだわって描きました。添削よろしくお願いしますとのことです。はい、絵の印象がねすごく良くて才能を感じました。技術的にはすごいことをしているわけじゃないのに、こうすれば好みの感じになるなっていう効果的なシルエットの捉え方、考え方が教えられなくてもね、自分で感じ取れる人なんだなっていうふうに思いました。この洞察力の高さすごいです。でね、このイラストで添削するポイントはシワの書き込みです。あえてねそうしてるのかもしれませんが、シルエットの捉え方がすごくうまいのに対して塗りがねちょっとこう大雑把で、ちょっと見方によってはね少し適当だなっていう風にも見えかねません。ただね、細かく見ていくと、ここってこういう効果を出したくてあえてこういう塗りにしてるのかなっていう部分もあって、その部分はねやっぱりさすがの観察力だなって思わせる何かがあるんですが、まだね理屈が追いついていないような印象でした。なのでもう少し手を挙げてあげるとぐんと印象が良くなると感じました。なので今回のイラストはシワの書き込み、塗り込みについてね解説をしつつ添削していきます。はい、でね、まず最初になんですけど、あんまりここはシワに関係ないんですが、マントを上下逆さまにしたいです。これね、なんでかっていうと、ポーズにね浮遊感があるのにこう下に重心が来てしまっているので、軽やかさがねいまいち感じられないんですね。なのであえてこうしちゃいます。マントを逆さまにして人物を上に持ってくる、こんな感じですね。これちょっと左右反転しちゃいましょうか。こんな感じで、逆三角を形成するようにシルエットを作っていきます。シルエットを逆三角にすることでちょっとね不安定なシルエットを作ることができるので、さっき言った浮遊感をね作り出すことができますね。はい、形をちょっと整えていきます。はい、こんな感じ。もしかしたらね元のシルエットのままでも見栄えよくやるやり方はあるかもしれないので、それはそれでね自分の中でこのシルエットを持っておいてください。で次に行くんですが、僕が気になったのは例えば帽子の白い部分の陰影。このね帽子って結構ブカブカっとたるんでいるので、もうちょっとシワがあるはずではあるんですよね。なのでねそのシワを追加していこうと思います。こういうね滑らかな面割りのこの形状だとですね、ちょっとつるっとした質感なのかなっていう風にも思われがちなので、もうちょっとねこうジグザグっとした三角のね面割りを意識しながら影を入れていくと、こうシワのあるようなたるんだ印象の帽子が描けるようになると思います。はい、こんな感じですね。でね、もう一つポイントなのはこういうねちょっと薄い影っていうのもあえて追加してあげることです。これなんでかっていうと、ここまでねコントラストがはっきりついていないこういう薄い影を入れることで微妙なね凹凸、起伏をね表現することができるので、よりシワを複雑に感じることができると思います。はい、ところどころねこんな風に深いシワを追加していきましょう。他も描いていきます。はい、同じように下の服の部分にもこんな風に陰影を追加していきます。この段階でのねポイントとしては、純粋にね影になる部分を暗くしていくっていうところです。例えばねこのねマントの下になっているこの白い服の部分ですが、ここはねマントの影になって全部暗くなるはずなので、一旦ね素直に暗くしてしまいましょう。この方が形状が整理されてすごく見やすくなりますね。はい、この袖の部分も同じです。ここもねちょっと袖の影になって暗くなると思うので、こんな風に暗くしつつ、ここにもさっきと同じように三角の起伏をね作ってあげましょう。
でね、一旦こんな風に光と影によって単純に面分けしたんですが、これだけをしてしまうとね、ちょっとこう奥行き感みたいなのがなくなってしまうんですね。例えばこの胸のあたりなんですが、ちょっとねベタ塗りチックになってしまって単調になってしまいましたよね。はい。でね、そんな時には反射光の概念を使ってシワを浮き上がらせるという手法があります。さらにね、ここに影を加えてもいいんですが、そうすると重々しくなりすぎてしまうことがあるので、こんな風にですね、下からの照り返しを追加して下からもね形を持ち上げてあげるっていう手法がこの絵柄にはすごくフィットしているように感じます。ほら、軽さは保てるのにシワがね浮き上がってきて複雑な形状を描き込むことができますよね。これね、全体的にやらなくてもいいです。主にちょっと影だけになってしまって単調になってしまっているなっていう部分、そこにだけねこの反射光を追加していってください。はい、やってみます。はい、こんな感じの変化ですね。ただ一点補足しておくと、こちら元の状態なんですが、作者さんは感覚的に反射光の存在を感じているかもしれないなって思いました。ほら、この部分見てください。理屈では分かっていないんだけど、なんかここ明るくした方がいい感じがするなと思って明るくしてますよね。ただ理屈では分かっていないから、ここ明るくした方が見栄えがいいっていうのは分かるんだけど、ちょっとね反射光としては書かれていないんですね。でもここのね理屈が分かれば、あ、なるほど、明るくしたいと心で感じたんだけど、でもここは直射日光じゃなくて下から当たる光の部分だから、反射光で淡く明るくすればいいんだと書き分けることができる。はい、このようにすればいいんだっていうことがね理屈的に分かるんですね。そしてですね、ちょっとした工夫としてこういうのもありだと思います。はい、この影と光のこの間のところにね、彩度の高い全く別の色をこんな風に入れてあげる。周りが寒色だとしたら、こういうねちょっとした黄色みとか少しね暖色系の色を入れてあげるとすごく効果的に働くと思います。これは何かというと、光のね拡散現象ですね。光がこの明るい部分から入ってきて、でこのね抜けていく時にここでねちょっとこう拡散するみたいな現象があるんですが、それによって中の色が透過してこんな風に外にねこう漏れ出てくる、拡散するような現象がありますが、それを利用して彩度の高い別の色をね際のところに追加してみると、ほら、これ入れるのと入れないのとではかなりね印象が変わってくると思います。インパクトが強くなりましたよね。はい、ここもねちょっと書き忘れていたので追加しましょう。はい、こんな感じです。次に黒い面積の陰影も追加していきましょう。このリボンとねこの服の部分ですね。ここも考え方としては一緒で、シワを描かないとつるっとしたね印象になってしまって質感が出ないことがあります。もしかしたらこの絵がですねデフォルメ感高めの絵を描く場合には、こんな風にシワをあんまり描かずに省略した方が年齢層低めの子供には受け入れられやすいっていうことはあるかもしれませんが、もしね中高生をターゲットにしたい場合には、シルエットはそんなに変えなくてもシワを追加することで絵のねこうデフォルメ感を下げることができるので、シワを描くことによってターゲット層を少し上げることっていうのが調整としてね可能なんですね。今説明していることやってるうちにねだんだんと感覚的に分かっていくと思います。はい、残りも調整していきましょう。はい、でですね、影を暗くしすぎると印象が沈んで見にくくなってしまう場合には、この影の部分が暗すぎたなっていう場合には、逆にこの明るい部分、ここね若干持ち上げてあげます。はい、こんな風にですねソフトライトかハードライトレイヤーを追加して淡くね少し持ち上げてあげるとコントラストが強くなって、この部分のねシワがはっきりと浮き立ってインパクトが少し強くなると思います。ほら、コントラストが強くなってはっきりとしましたよね。浮き上がって見えるようになりました。はい、リボンの方も調整してみますね。はい、このね明るさの調整は後でねコマンド U を押して色相サイドのスライドバーを出して、こんな風にねここの明度のバーを調節することで調整できます。
この辺かなと思ったら OK を押しましょう。次はですね、帽子の裏の部分、この裏地の部分のシワも追加します。裏地はね見にくいのでシワを省略してもいいかなって思う部分ではあるんですが、ここは結構ね面積が多いので書き込みをね省略してしまうと少しねあっさりとしすぎる印象になる嫌いがあるんですね。なので今まで解説したことを意識しながらここにもシワを追加していきましょう。はい、それとですね、シワっていうわけではないんですが、ちょっとねここ単調だなっていう風に思ってしまった場合には模様を描くことでも絵を引き締める効果があります。ちょっとね簡単にですけど描いてみますね。はい、すごくね単純な模様ですが、一応ねレイヤーを分けて描いていきます。レイヤーを分けるのは後でねその意味がわかると思いますが、まずは、はい、こんな風にラインを描きますね。でラインだけでは単調だなと思った場合にはこれに沿って文様を少しね複雑な文様を描いていきましょう。はい、こういうね星マークとかあとはひし形のマークとかを効果的に配置しながら、こういう連続をね使いながら形に沿って配置していきましょう。はい、そしたらここでレイヤーを分けた効果が発揮されます。全部ねこう一色だと少し単調になってしまってシワに沿っていないような感じがするので、暗くなっているところには少しこう影を落として暗くしてあげて、明るくなっている部分には明るい色をこんな風に部分的にのせてあげると、ほらこの文様を追加したことでここの形状がどういう風になっているのかさらにね分かりやすくなりましたよね。文様ってねこういう風に形状をさらにはっきりと分かりやすくするっていう役割もあるんですよ。それとこれもですねシワっていうわけではないんですが、ここのね髪の毛の印象ももうちょっとはっきりさせても見栄えが良くなりそうだと感じました。はい、ここについてはねすごく単純で、この部分を少し明るくしてあげるだけですね。はい、そして髪の毛の流れを数本追加してあげると、ほらほらほら大巻きに見てみると分かりやすいと思うんですが、ここもねコントラストがはっきりして形が浮かび上がってきましたよね。はい、こんな感じです。影を強調するには光を強く当ててあげる。影を描こうとすると見落としがちなんですけど、光を意識することも影を描く上では大事なんですね。最後に一番大きな面積、このねマントの裏地の陰影を追加していきます。はい、マントの裏地の陰影を追加する時も意識することはさっきと一緒です。マントはこういう風にねこうゆるく湾曲しているように見えるので、上の部分は暗くなって下の部分は光が当たるので少しね明るくなるはずだなと予想しながらですね、こんな風にざっくりとした陰影を追加して、あとはですねこの辺ちょっとたわんでるかもしれないなっていうことを想像しながら、三角とかあとはねひし形の形状を利用しながら布のたわみを描いていきましょう。いくつかねこういう風に三角とそしてひし形を連続させるとこうたわみ感というかシワになっている感じを表現することができると思います。ほら結構ね簡単でしょ。はい、こっちもね同じようにやってみます。はい、そしてねさっきも言ったように少しコントラストが弱くてなんか陰影がはっきりしないなっていう風に思ったら、さっきも言ったテクニック、この少し明るくなっている部分を今度は逆に持ち上げてみるっていうことをします。はい、こんな感じでね淡く持ち上げてみましょう。少しねサイドを上げてみても幻想的になっていいかもしれません。はい、こんな感じでシワの添削は終了となります。見比べてみるとこんな感じですね。いかがでしょうか。形は全然変えてないんですが、ちょっと子供向けな印象、そして少し大人向けな印象っていう風にねターゲットとなる年齢層が少し上がって若干大人っぽい印象が生まれたような気がしませんでしょうか。はい、シワを描くってねこういう効果があるので、もしね年齢層高めな人に刺さるようなイラストを描きたいなと思ったらシワ、この書き込みをね頑張ってみてください。はい、次の添削に移ります。こちらはペンネームナピさんの作品です。コメント、光の当て方を意識して描きましたとのことです。こちらはですねすごく書き込みが細かくて、見てください。もう見栄えにねすごくこだわりを持って書き込んでいることが分かりますよね。一生懸命この毛の一本一本まで書き込んでおります。
それとね、これ結構難しいんですが、水に浮いている表現やこういう透明感の表現、これってね上下の階層によって書き分ける必要があるのですごく難しい表現なんですけど、でもね頑張って描いていて絵から伝わってくる熱意すごく感じました。でこの絵のどこを添削するかなんですが、目と顔のパーツですね。このイラストねこうパッと見るとすごくコントラストがはっきり描かれていて印象が強く描かれているので、全体で見た時に顔周り、特にね目の印象がちょっと薄くなってしまっているかなっていうふうに思いました。あえてね薄くしたのかもしれませんが、これだとちょっと印象に残りにくいかなっていうふうに思ったので、あえてにしても自分でコントロールできるようになるとさらに上達できるなっていうふうに思ったんですね。なのでこのイラストは顔パーツと目の添削をしていこうと思います。はい、ではですね、目に行く前に輪郭と口の調整をしたいと思います。最初に目だけを添削しようかなっていうふうにも思ったんですが、目は周囲と顔のパーツの関係性も大事なので一緒に調整しないとねあんまり変わった感じがしないと思うんですね。なのでまずは輪郭、これをね修正していきます。これね結構シュッとしたシルエットでかなりねスリムに描いている感じがするんですが、ポイントとしてはここの顎を描くことだと思います。この顎を描かなさすぎるっていうのもちょっと問題でですね、もしね作者さんがカイジとかあとは学園ハンサムとかねちょっとネタ系の絵を描いているんですっていう風な場合にはこのデフォルメでも全然いいと思うんですが、そうでないなら少しね違和感を強く感じる部分なので、顎これをね意識的に描くようにしてみてください。そうすると違和感が減ると思います。微調整していきますね。はい、次は口についてなんですが、これについては回り込みが少し意識できていないことが気になりました。顔はですねこう板のように真っ平らではなくて球面になっているので、口の右側と左側で若干見え方が変わってくるはずなんです。特に口のこの奥側はより角度がついて見えるはずなので、唇の厚みや口の中がね少し見えるはずなんですよね。はい、まずはこの唇の厚みを少し描いてあげると効果的だと思います。こうすることでこの唇の厚さが表現できるようになると思います。それとポイントなのはこの部分ですね。この部分、ここに若干空間を作ってあげることで、この唇の中の歯がですね顔の球面に沿ってついているんだよっていうことが表現することができるんですね。はい、これだけでもかなり違和感が減ったような感じがしませんでしょうか。はい、微調整していきますね。はい、調整したのはほんのちょっとなんですが、これだけでも少しね違和感が減ったことがわかると思います。さあそれでは目の添削に移っていきましょう。このイラストを見て少し目の印象が弱いなって思った原因は、一つはこの髪色との兼ね合いがあります。もしねこの髪色が白とか薄い色だったとしたらこの目でも十分に成り立つんですが、いかんせんね髪の毛が濃い茶色なので比較するとね目の印象が負けちゃってるんですね。そういう理屈から言うとこの髪色を弱くするっていう添削もありえるんですが、今回は目の添削なので目の部分を強めの印象にすることで解決していきましょう。はい、この目なんですが、作者さんはですね目の描き方をすごく研究されている印象がありますね。いろいろな手数を入れています。例えばねこのまつげも何本も線を重ねて密度を高めようとしている工夫も見えますし、このね下まつげ、これもね流行りを取り入れようとする工夫が見て取れます。ただね一旦ちょっと印象を強めるためにこの辺心苦しいですが少し潰していってしまいます。ごめんなさい。こんな感じでねちょっとこう濃いめの色を入れていきます。はい、こんな風にね一旦ですが濃い色をのせることによって印象が強まりましたよね。目の描き込みでねまず最初に大事なのが描き込みの密度よりも最初にね印象の強さ、バランスをとってあげるっていうことがすごく大事になってきます。同じように右目も調整しますね。はい、こんな感じですね。次に下まつげなんですが、下まつげにはねとりわけこだわりを感じます。濃
ういうね白目に侵食するようなまつげの描き方は少し前からのトレンドなんですが、結構ねバランス感が難しいんですね。元の状態だと特になんですが、ここにすごく目が行くようになってしまっていて、ちょっとねアクが強すぎるかなっていうふうにも思うんですよ。そういう時にはバランス調整が大事です。こんな風にサイズをちょっとこう小さめにして印象を少しね弱めてあげましょう。そうすることで絵柄は個性的なんだけど遠目での印象にはそんなに違和感がない、そういうねバランスを作り上げることができると思います。はい、もうね本当に微調整なんですが、これだけでもねかなり印象が変わると思うんですね。はい、向かって右目も同じように調整していきましょう。はい、それとですね次は黒目なんですが、黒目はそんなに気になる部分は多くないんですが、とですね瞳孔の角度、それと位置が少し気になる感じがしました。これを見ていてねそんなに違和感が発見できないっていう場合には、単純に左右反転してあげると結構ね違和感を発見しやすくなります。そうするとこの瞳孔の位置に注目してください。ちょっとねこう角度が少しこう外側に開いちゃっているのと、あとこっちの目の瞳孔が少しこう上を向いているような感じがしますよね。こっちの右側の瞳孔はこっちを向いているのにもかかわらず、こっちがねちょっとこう外側を向いているような感じがする。これをね調整していきます。はい、まずはねこの角度を少しこうまっすぐに調整しますね。意外とですねこの瞳孔の向きとか角度が目線を表現してしまうっていうことがすごくあるので、ここはね繊細にちょっとでも違和感があったらかなり敏感に察知してね、そして修正を加える必要がありますね。こっちはねもうちょっと内側かな。はい、こんな感じ。はい、ここまでね目の印象を強くするために目をはっきりくっきり強めの色を使って描き込んできましたが、ちょっとはっきり描きすぎてもう少しこうキラキラ感みたいなのが欲しいなってなったら、この段階でハードライトレイヤーなどを使って印象を少しこう弱めるというか、引き算の手数を入れてあげても OK です。はい、こんな感じでねハードライトレイヤーを追加してこうふわっとね明るい色をのせてあげる。まつげの部分にのせてもいいですし、この瞳孔の部分に少し重なるようにこうのせてあげても印象を少し引き算することができると思います。はい、こんな感じですね。少しですけどキラキラ感が表現できたと思います。で最後にちょっとだけ気になったこのレンブラントライトについて、このですね顔の一方から強烈な光を当てて、そして鼻を挟んで逆側に三角形のこのハイライトが乗る、この光の当て方をレンブラントライトって言うんですが、ここが影になっているのはこの鼻の影で、その鼻の影に漏れ出たこっちから当たっている光がここに当たってるんだよっていうこと、その理屈を理解していれば鼻のね近くのここはねくっきりした、塗り分けになるんですけど、こっちはなだらかな球面になっているので、少しねここがグラデーションがかかるはずだなっていうふうにわかるんですね。それを踏まえて自然になるように調整します。はい、こんな感じで添削終了です。見比べてみると目の印象がはっきりして、より人物に目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。もうちょっとね目線を弱めたいという場合には最後のハイライトを加える量を増やして、さらにね目線を柔らかくすることもできるので、そこはね好みに応じて調整してみてくださいね。はい、最後のイラストはこちらです。ペンネームせつなさんの作品でコメント、強い印象の中にも壊れそうな繊細さを感じてもらえるように色にこだわりましたとのことです。いやー繊細さすごくね感じました。光の方向や黒の中にもこのね淡いグラデーションがかかっていて柔らかな感じがします。繊細な表現が得意な人なんだなというふうに感心しました。添削するポイントは髪の毛ですね。作者さん繊細な表現が得意ゆえに構造感やメリハリをつけるのが少しね苦手な印象があります。繊細な表現が得意ってね自分で認識しすぎると手を入れるのが怖くなってしまって、結果的に絵がちょっとのっぺりとして引っかかりのないような絵になりすぎてしまうことがあります。今作者さんの絵はその段階にあると思うので、一度メリハリをつける方向を意識してみるとさらに成長できるかなっていうふうに思いました。でですねこれは何度も言ってることなんですが、
髪の毛を描くときに大事なのは前髪、この前髪部分と、そしてサイドヘアの部分と、そして後ろ髪の部分、この区分けの認識を持つこと、これがねまず最初の第一ステップだと思います。で、意識だけでは足りなくて、視覚的にこの部分で分かれているんだよっていうことを陰影ではっきりと区切ってあげること、それが第2段階。まずはこの第1ステップ、第2ステップ、これを踏まえながら前髪の調整をしていきます。前髪の区切りが多分この辺ですよね。この辺で前髪が区切られていると思うんですが、かなり思い切った黒を使ってですね、こんな風に一旦思い切って陰影を追加していきます。ちょっとねいきなりやりすぎじゃないのっていう風に思うかもしれませんが、この辺は後で印象をどうにでも調整できるので、まずはこのぐらいねメリハリをつけていってみましょう。やってみます。はい、ちょっとねメリハリが効きすぎですよね。その場合には後で引き算すれば OK なので、一旦は足し算だけを考えても大丈夫です。黒のこのね影の部分と光が当たる面を描き分けたことでメリハリが生まれました。はい、さらにですねサイドヘアを同じように面で区切っていきましょう。あっさりとした絵柄とか、あとは繊細な表現を目指す時には、こういうね思い切った面分け、コントラストを強めることっていうのをちょっとね怖がってしまう段階ってあるんですね。ただその段階で自分は引き算が得意なんだ、引き算の絵柄なんだっていう風にそこだけにね固執してしまって閉じこもってしまうと、それ以上成長がないっていう状態になってしまいがちでもあるので、繊細な表現を最終的には目指す場合もですね、一旦足し算でモリモリに持ってから、そこから初めて引き算で要素を絞っていくっていうやり方をしてあげると、見栄えも損なわずにいい感じの着地を迎えることができるようになると思うので、その部分を意識しながら、まずはですね足し算で持って盛りまくっていく、そういう段階をあえて作ってあげてもいいと思います。はい、続きやっていきますね。はい、前髪と両サイド、そしてね後ろ髪が描けたので、次は上の面を調整していきます。上の面は光が当たっているので、そこまで陰影をのせなくてもいいんですが、ちょっとね何も入れないと奥行きが表現できずに、ちょっとのっぺりと平面的になってしまうんですね。なのでここもねこう面を分けながら黒を入れていくんですが、ちょっと濃くなってしまったなという場合には、ここもね後で色を薄くして引き算をしてあげる、そういう意識でねコントラストを強くすること、これをね最優先に考えながら、まずはメリハリをつけていってあげましょう。やっていきます。はい、そしたらこの今メリハリをつけた黒の部分以外の部分、この部分ですね、ここにも若干メリハリを効かせていきましょう。ポイントはさっきも解説した反射光です。反射光をこの影の部分に追加していきますね。これはなんで反射光を追加していくのかっていうと、今右側から光が当たっていますが、この右側のハイライトだけを意識しながら描いていくと平面的になりすぎるっていうことがあるんですよね。そういう時にはこのように背後からの弱い照り返し、これをね追加してあげることで、こっち側からも立体を照らしているし、こちら側からも立体を照らしている、そういう風にね両面から面を強調できるので、立体感を表現することができるってわけなんです。はい、続き塗り込んでいきましょう。はい、そしたらですね、今まで黒で描いてきた影にちょっとグラデーションを加えて印象を和らげてみますね。これだとねやっぱり印象が強すぎますよね。はい、調整してみます。はい、ポイントになるのは上の面に行くに従って少し明度を持ち上げるってことですね。で、上の面は持ち上げるんだけど、下の面はそのままこんなにね明るくしません。こうすることによってメリハリを保ちながらも
印象を和らげることができる、そういうね調整ができます。そしてさらにメリハリをつけたい場合には、真っ白なハイライトを部分的にも入れてみるのも効果的だと思います。こんな風にね、一番光が当たっている部分にハイライトをパッキリくっきり入れてみましょう。ちょっとね入れすぎなんじゃないかなっていう風に思うかもしれませんが、このぐらい小さな面積だとむしろアイキャッチにもなっていいと思います。印象もねそこまで強くならないと思いますね。最後にこれも繊細な印象につながる大事な手数です。細かい遅れ毛も追加していきましょう。遅れ毛っていうのはこういうメインな流れからは少し外れた細い髪の毛のことです。これをちょっとね追加することでも生々しい、まるで生きているような人物の表現につながる表現ですね。全てに入れていく必要はありませんが、ここにちょっと欲しいなっていうところに部分的に追加していくと効果的だと思います。さっき消えてしまったこのアホ毛もね追加していきます。やってみます。遅れ毛を追加することでより生々しい人物表現ができます。ただね、最初から遅れ毛を描こうとすると、最初に言った構造感を見失ってしまってメリハリがなくなってしまう場合があるので、あくまで最後に遅れ毛を追加するのが大事ですね。それとね、メリハリが強くなってしまった場合にはこんな風に後からねふわっとハードライトレイヤーで光を追加してあげても柔らかさを補完できていいと思います。最初と最後見比べてみるとこんな感じです。こっちからね強烈な光を浴びていて、髪の毛がまるで発光しているような、そういう幻想的な感じは表現しつつも、さっきちょっと曖昧だったこの髪の毛の構造感をこの黒の面積を入れることによって表現できて、メリハリのある印象になったのがお分かりいただけると思います。髪の毛を描くときには構造感とそしてメリハリを強く意識すること、髪の毛の見栄えをする場合にはこれが大事ですので覚えておいてくださいね。それと今回は結構繊細なイラストの添削が多かったんですが、いや俺の絵ってめちゃめちゃ濃ゆいんだよな。濃ゆくてキャッチーなイラストを見栄えよく仕上げるためにはどういう調整が必要なのって思った人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削特別会楽しいイラストに仕上げるためのコツとはがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。